いつもサンピアン YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。盆船についての動画を公開しました。詳しい盆船の説明、あとはどういうその症状が実際になっているかっていうのは結構その動画で詳しくご紹介しましたけれど、今回はその時に使ったピアノ YUX ですね、の、実際に弦の交換、いわゆる巻き線ですね。何も巻いてない、新線と言われてる弦に対して銅線をぐるぐる巻きつけてある銅線なので巻き線というんですけどね。この巻き線を全部です。こっからあっち全部ですね。で、盆船の解説、ごめんなさい、紹介してるの忘れてた。いくつかあってだけでいいのかな。普通にいつも通りやってしまいました。中部楽器技術専門学校に登場した小林くんですね。小林店長と小林くんです。はい、お願いします。紛らわしく。4月から入社予定の小林健と申します。お願いします。健くんです。健くんです。はい、今日は弦の張り方をこうレクチャーしつつもってことなんですかね。うちのやり方というか、決まってるわけじゃないんですけどね、まだ。いろいろ試して模索中なんですけれども、とりあえず最近これでいいかなっていう方法でやってるので、それを実際にやりつつ、あとは助手的な形で、あれ学校を見学させてもらった時に調弦キットで練習しましたけど、あれはグラウンド用というか、あれはグラウンドっぽい模型。弦を張る練習っていうのは、学校では調弦キットを使う以外は何かあるんですか？アップライトの実機本体での作業とグランドピアノの方で少しだけ体験って感じで、やったのもすごい最高音部分でそんなに難しくないところをやりました。では学び直しというか一から学ぶぐらいの勢いで今日は挑戦する感じですかね。低音源は全くやっていないので、切れたりはしたことない？切れたりはしたんですけど、大体もう先生が巻き線ってそのピアノのそれ専用に全部作ってあるので、一回道が切っちゃったっていうのがもうすぐ効かないんですね。もう切っちゃったら新しくまた作ってもらわないといけないので、そういうリスクを考えて先生が多分貼ってるんでしょうね。でも現場出たらたまに巻き線も切れるので、とりあえず盆線の動画で、紹介した YUX を今日は、巻き線を全部交換するという動画をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。サンピアン YouTube チャンネル。いろんな方法はあるんでしょうけど、今は全部巻き線一気に外してで貼っていっちゃう。なので調弦の解体を途中までやって、で調弦を途中からやるみたいな、新線の部分だけはしょるみたいな感じですね。ただこれで一気に巻き線だけ全部緩めると張力のバランス崩れて最後フレームが折れるので、なので通常の解体みたいに一気に全体的に張力を抜きます。弦を交換しない高音も含めてそうですね、全部緩めると、結構張力を落とせば低音全部外しても問題ないので、張力を緩めて低音の弦を外して、通常は磨けないこの巻き線の下のこの新線の下をきれいにできるので、その掃除もしつつ、あとこのチューニングピンも普通はこのコイルまでこのコイルのちょっと上ぐらいまでしかきれいにできないんですけど、せっかく弦外すのでここの掃除もこっちはちょっと掃除したんですね。ピンは生かすんですか？それちょっと正直やってみないとわからないところもあって、本当は同じピンでやるのが望ましいんですよね。じゃあやってみないとわからないだけを使うかもしれません。こんなに長々喋ったらね、わかりません。いいですよ別に。こっちね。だからこれは2周と4分の3ぐらい。そうですね。全体的に、緩めていくんだけど、俺がやるのはグラウンドも全部そうだけど、まずこれを1とか立てして1列、2列、3、4、5、6列あるね。でも低音は2列しかないから、なのでどこに間に入れていくか、2と5にでも入れるか、2の時にこっちもちょっと入れる、で5の時にちょっと入れるってやっていけば、そんなにおかしくねじれないかなと。最初は10度ぐらいでちょっと
で今やったようにまあ10でも15度で30度ぐらいでいい。さっきよりも多め。うん。はい。あんまり緩めるとこっちにコイルが下がっちゃうから、そうするともう面倒くさくてしょうがないので、でこれで、もう膜線だけ外しちゃいます。で気をつけなくちゃいけないのはこの下にゴンってやってフレームを傷つけるのが一番良くなるので、これは気をつけて、あんまりこう引っ張るとこいつがギチギチギチっていって傷つけちゃうので、フレームですね。貼るときはビニール手袋をしてからこの手袋で1台分やったりしてると手の水分が結構出てきて膜線のところに行って手の水分がつくと触ったところになんかこういうふうに斑点がついちゃうから、まあこんな感じで、はい、こっちはもう切らなくていいので、はい、1本だけ。はい。はい、小山さんがお休みなので、小林がやってます。はい。今回結局、チューニングピンブッシュですね。このブッシュが、割れてしまったんですね、結構。なので、交換しなくてはいけないので、チューニングピンまで全部抜いてしまいました。で、新しいブッシュですね。このブッシュを入れて、で、新しく、チューニングピンも、入れて、巻いていきます。はい。はい。とりあえず仮打ち。でこれも打つ時にかなり強く叩くと緩くなる。ちょんちょんいった方が落ちない。
はい、ということで一応貼り終わったというところで、はい、はいあとは部品をくっつけて成長をやってで調律をやる。はい、これ凡線という動画の後編的な感じで U1M から A の一部、YUX あたり意外と該当する機種を持っている方が多いような気もしないでもないんですけど、で割と、売れてた時期うんでもあるので、意外とこういう需要はあるのかもしれないですが、手間はかかるので、そうですね、そこですよね。そのバランスがどう考えるかですよね。前弦にしちゃってももちろんいいですし、一番はやっぱり凡線してるかどうか確認してもらえれば。どうでしたか今回は。はい。貼る作業は店長が実際の作業は、助手作業、うん、少しの作業は代わりにやってもらって、次回はもうやってもらうと思います。お、次回はもうやってもらう。次回からですか。はい。やり方は踏襲できればなって思ってて、するんですよ。するんですよね。そうなんですよ。今回が一番面倒くさいパターンだったので、一番手間のかかるパターンと貼り方でやったので、もうこれ以上面倒くさいことはないので。はい。ということで、KL801 の時にも弦を張り替えたピアノ、これは全部張り替えてないにしても一部ですけども張り替えたピアノなので、張り替えることのメリットデメリットは過去動画を見ていただいて詳しく説明してますので、一応今日はこの作業終わりましたよっていうところで動画締めますが、一応音色をね、岡江さん呼んで音色をお送りしますので、もしご興味ありましたらピアノこの買いたいっていう方がいらっしゃったらホームページからでも何でも連絡してもらってお値段をお出ししますので、はい。では、今日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。